今回から変速機についても触れていこうかと思います。この動画では歴史的な話は一旦置いておいて、現在の一般的な外装変速機がどのように機能しているかについてお話しします。どっかの動画に変速メカニズムについて知りたいってコメントが一件あったからね。君のために作ってんだよ。ちゃんと見てますか？なお、この動画では調整方法とか実用的な話はしません。調整方法が知りたい人はどのメーカーも微妙に探しにくい場所にマニュアルを公開しているので、それらを見た方がいいと思います。せっかくだから各メーカーのマニュアルのリンクを概要欄に貼っておきますね。ただこの動画でメカニズムを知ってもらえれば、同じマニュアルを読んでも理解しやすさが違うと思うよ。一応初心者向けにやるので、マニアには退屈かもしれないけど、後半にはマニアでも曖昧かもしれないシフターのインデックスの仕組みについてやるので、ぜひ見ていってね。ぜひ見ていってね。では始めます。さて、自転車の変速システムは外装式と内装式に大きく分けることができます。外装式っていうのはこういうスプロケット、チェーン用の歯車のことだけど、それがたくさんついてて、その横に何カメかがついているタイプだね。内装式っていうのは後輪のハブの中に変速機構が収まっているタイプだね。今回は最初に言った通り外装式のお話だけするよ。外装式もいくつかのタイプに分類できて、特に電動式と機械式ではだいぶ違うと思うけど、今回はまだまだ多数派の機械式変速機のお話に限定しますね。まずは基本的な構成と部品の名前を見ていこう。フロント側のスプロケット、自転車業界じゃなぜかチェーンリングって呼ぶことが多いけど、こっち側についているメカがフロントディレイラー。リア側のたくさん重なったスプロケット、カセットスプロケットって呼ぶけど、こっち側についてるメカがリアディレイラー。ディレイラーはあんまり訳さないけど日本語で言うなら脱線機。チェーンに横から力を加えて隣のスプロケットに脱線させる装置ってことだね。アーシには全然馴染みがないんだけど、電車を事故回避のために意図的に脱線させる装置のこともディレイラーっていうらしいよ。今適当な変速の様子を見てもらっているけど、フロント側をギアを大きくすれば漕ぐのが重くなってスピードアップ、リア側は大きくすれば逆に軽くなるよ。工業界の常識としては前後のスプロケットはまっすぐ並んでなきゃいけないんだけど、こういう自転車のチェーンはある程度横に曲がるようになっていて、スプロケットのズレを吸収するよ。そんで手元でディレイラーを操作するレバーとかをシフターと呼ぶね。ロードバイクではシフターはブレーキレバーと合体して各社いろんな名前で呼んでいるね。デュアルコントロールレバーとかエルゴパワーとか。ディレイラーとシフターは普通スチール製のワイヤーでつながってる。シフターでワイヤーを引っ張ってディレイラーを動かすって感じだね。ではディレイラーの構造を少し詳しく見てみよう。リア側の方がお世話になるからリアから見ていくことにします。これ10年以上前のモデルなんだけど、ちょっと古いモデルの方が形状が単純で理解しやすいと思うからこれで説明します。最近のはうねうねした形してるわね。リアディレイラーは一見すると少し複雑だけど、2つのブロックに分けて考えると理解しやすいよ。後半のアームと先っぽの小さいプーリー、自由回転をするだけの歯車をこう呼ぶことが多いけど、これはチェーンテンショナーです。チェーンを掛け替えて変速するとチェーンの必要な長さが変わっちゃうから、それをバネで動くアームで吸収するんだね。理屈上テンショナーはどこについてても良さそうだけど、よほど古いのか変なのじゃない限りみんなここについてるね。で、前半部分ともう一つのプーリーが実際に変速させる部分、ここをよく見ていこう。この部分は4つの部品がピンでつながっていて平行四辺形になっている。こういうのを平行リンク機構って言うんだけど、先っぽにつけた部品を角度を変えないで移動できるって特徴がある。こんな感じにね。これでチェーンを横に押して
隣のスプロケットにぶち込むってわけ。こう言うとめちゃくちゃ簡単だけど、この構造とレイアウトに落ち着くまでの紆余曲折はまた別の動画でやりますね。このリンクにはバネが入っていて、常に縮こまろうとしている。シフターでワイヤーを引っ張ってリンクを起こしていって、ワイヤーを緩めるとまた縮まる。ちなみにどのディレイラーにも2つか3つの調整ネジがついていると思うけど、そのうち2つはこの平行リンクの支点と終点のストッパーを動かしているだけだね。スプロケット側にも工夫があって、切り替え中もチェーンと刃がちゃんと噛み合うように、スプロケットの重なる角度を調整しているのはもちろん、良いタイミングで脱線しやすいように刃の形状を加工している。摩耗して変形しているわけじゃないから、初めての人は注意だね。これは手持ちの機材で可能な範囲でスローを撮影してみたものだよ。変速の様子が分かりやすいように落差の大きい部分を撮影しています。変速中もしっかり刃が噛んでいますね。ここ失敗してない？そんな時もある。続いてフロント側。フロント側も基本は同じだけど、平行リンクの先にプーリーじゃなくて枠をつけてる。リンクはこんな感じね。これで横からチェーンを結んだね。見た目はかなり違うけど、本質的には大きな差はないと思うよ。テンショナーはリアに1つで十分だからフロントにはなし。フロントは落差が大きいから変速が若干シビアだね。だからフロントの調整は初心者の鬼門になりがちだね。さてさて、ディレイラーの話はこの程度にして、ここからはシフターのお話。さっきから見てもらっていた通り、シフターのお仕事はワイヤーを引っ張ること。ディレイラーはディレイラーでワイヤーを引っ張っているから綱引きしている感じだね。最も単純なシフターは円盤状の部品でワイヤーを巻き上げてディレイラーのバネ以上の抵抗で支えるだけだね。そういうのをフリクション式って呼んで、今でも使うおじさまはいるけど、さすがにレトロパーツの域だよね。どこでも止まるからどこで止めればいいのかわからない。アーシはフロント用しか使ったことありません。エアク。80年代にはインデックス式って言って、必要な場所でカチッと止まるシステムが開発された。さっきから見てもらっていたのは全部インデックス式だね。インデックス式シフターの構造は大きく2パターンに分けることができると思うよ。1つ目はフリクション式と同じような構造に必要な間隔でノッチをつけてそこで止まるようにする構造。これはすごく簡単で、この後紹介するもう一つのタイプよりサイズも重量もかさまないから、それを活かした製品に使われているよ。例えば TT バイクとかで使うバーエンドコントローラーは小ささを活かした製品だと思うよ。あとはシティサイクル用のシフターに多いけど、これは安さを活かした形かな。グリックシフターも内部的にはこのタイプだと思うよ。このタイプには難点もあって、まず操作するたびにレバーの位置が変わっちゃうこと。アーシはバーコンを1車種で使ってただけだからエアクに近いんだけど、支点から終点まで90度以上あるから、最初の方と最後の方では指のかけ方を変えなきゃいけないね。もう一つの難点が結構操作が重いこと。巻き上げのプーリーの直径を小さくすれば軽くなる理屈だけど、そしたら一つ目の難点がもっとひどくなっちゃうからままならないね。そんなこんなで現在主流の構造は大きく変わってラチェット機構をベースにしたものになってます。ラチェット機構ってのはこういうやつだね。一方向には自由に回るけど、逆方向には爪が引っかかって回らないような構造です。自転車の後輪が漕ぐ時にだけ力がかかるのもこのラチェット機構のおかげだね。足を止めた時のあのカチカチ音はラチェットの爪が動いている音だよ。自転車以外にはこういった紐やワイヤーを巻き上げたり締め上げたりする機械にもよく使われる。で、ラチェット機構は逆転を防ぐ目的に使われることが多いけど、
このギザギザの間隔をインデックスとすればシフターとして使えそうだよね。で、このレバーみたいに現在位置を固定するための爪の他にレバー側に巻き上げるための爪を用意しておけばレバーを往復させてどんどん巻き上げられるね。巻き上げの仕組みはシフターに大体このまま使えるけどリリースは何も考えないと一気に最初まで戻っちゃうからちょっと工夫がいるね。それは本物のシフターを見て勉強していこう。こちらはラチェット機構を使用したシフターのカバーを外したもの、シマノのラピッドファイアと呼ばれるタイプだね。カバーを外しても見えにくい部分が多いんだけど頑張って説明します。黄色い樹脂のパーツがワイヤーを巻き上げるプーリーです。それに歯車が重なっているね。この刃の間隔がインデックスです。手前のレバーが巻き上げレバー、奥のレバーがリリースレバー。巻き上げ用の刃はインデックス用の刃とは別に用意されています。今見えている小さいギザギザですね。巻き上げレバーを操作すると銀色の爪が噛み合って巻き上げできます。ワイヤーはこんな感じについていますね。で、どこにインデックス用の刃を止める爪がついているかというとすごく見にくい場所についてる。これが爪の軸なんだけど爪はフレームの内側にあって形状がよく見えない。リリースレバーと連動する黒い部品だ。インデックス用の爪の一部。この爪に1段ずつリリースできる秘密がある。ここからかろうじて覗けるけど肉眼でもかなりきつい。これは絵で説明するしかないね。これは頑張って描いたラピッドファイアー変速機の模式図です。大変だったから褒めてほしい。立体的に重なっている部品は作図の都合で平面に広げて描いているので実際のレイアウトとは違うので注意してね。これがさっき見えなかったインデックス用の爪だね。こんな風に爪が2つついてる。これは平常時でディレイラーがワイヤーを引っ張っているけどここの爪が引っかかって止まっている。こっちにあるのは巻き上げ用レバー。平常時は爪がプーリーに触れないようにフレームに引っかかってる。レバーを倒すと爪が刃に噛み合って巻き上げ方向に回転させることができる。この時インデックス用の爪は角度的に刃を抵抗なく乗り越えることができる。カチッと音がしてからレバーから手を離せば変速完了だね。で、問題のリリース方向。インデックス用の爪はリリース用のレバーで動かせるようになってる。インデックス用の爪が抜けるとき反対側の小さい爪が刃の内側に入り込む。インデックス用の爪が抜けるとリリース方向に回転が始まるけど小さい爪にぶつかって一旦ストップする。レバーを戻すと小さい爪は離脱するけどその時はすでにインデックス用の爪が刃の内側に戻っているからプーリーは一段リリースされた定位置で止まるってわけ。この仕組みは時計の脱進機みたいで面白いよね。巻き上げの方はレバーストロークさえ用意しておけば何段でも一気にいけるので多くのシフターが多段変速に対応しているね。ギアを軽くする方向ね。逆にリリース方向はこの機構を使う場合は1段ずつしかできないから多くのシフターはリリース方向、つまり重くする方向には1段ずつの変速にしか対応していないね。できないからやらないのか必要ないからやらないのかは意見が分かれるところ。個々の構造の仕組み、形状はメーカーや製品によってまちまちだけど基本的に巻き上げる仕組み、インデックスの位置決めの仕組み、リリース時の戻りすぎない仕組みの3要素が入っています。例えばこれは似たような爪が2つあってシフトチェンジごとに交互にインデックスの位置決め爪として働くようになっています。シマノのラピッドファイアーの上位モデルです。これもパッと見じゃどう機能しているのかよくわかんないと思う。リリース時も交互に爪が動いて動かなかった爪は次のインデックスの位置決めとして働きます。
これも一応頑張っての色図を作りました。でも大変だからもう動きません。これは2層構造になっていて、1層目はワイヤーの巻き上げとインデックス用の刃と爪があります。ここはインデックス用の爪が2つある以外は普通ですね。絵だと右の爪が引っかかっていますね。左の爪は特に働いていません。2層目はリリースのための機構です。1層目にあった3つの爪は2層目にもまたがっています。2層目にも刃がありますが、爪との接触部がなだらかになっているので、この層を時計回りに動かすと爪を起こすことができます。インデックス用の爪は片方だけ起こすことになりますね。爪が解除されると1層目が戻ろうとしますが、残った爪に引っかかって1段分で止まります。絶対わからないぞ。アーシにはこれが限界でした。で、なんか意味あるの？巻き上げ時は特に意味ないと思います。最初に説明した仕組みだとリリースレバーを離すまで変速しないけど、こっちの仕組みだと押した瞬間に変速する。マウンテンバイク用のいいやつだから、ガチな人にはこのレスポンスが重要なのかもしれない。知らんけど。あと、あえてそうしてないんだと思うけど、構造的にちょっとレバーストローク増やせばリリース方向も多段シフトできそうだね。ちなみにカンパニョーロのほとんどのシフターがリリース方向も多段シフトできるけど、これは単にワコンとかダブルレバーみたいなインデックス機構にラチェット機構のレバーをつけてるだけだったりする。それでいいなら今までの説明なんだったのって話なんだけど、リリース時は爪を引き抜く力だけでいい他の機構に比べて、カンパニョーロのリリースレバーは硬いですね。ちなみに最初のディレイラー説明に使っていた車両は、カンパニョーロでは少数派の1段ずつしかリリースできないシフターがついていますが、こちらは内部的にはラピッドファイアの方が近いので、レバーの動きも軽いです。隙あらばカンパニョーロの話したがるじゃん。肝心のシマノのデュアルコントロールレバーの構造はあんまりよく知らないんだよね。あれ、ガラスの想定してないっぽいし、今手元にないし、中古でもめっちゃ高いから調べにくい。とまあ、こんな感じでメーカーや製品、年代ごとにちょいちょい構造が違うので、今回紹介したの把握まで一例です。ガラスまでしなくても、動きからどういう構造か想像してみるのも楽しいと思いますよ。そんでこの手のレバーが壊れるのは、だいたい爪を動かすバネが折れたか、爪が欠けたかのどちらかかと思います。高機能化して複雑化するのも良し悪しですね。では、今回の動画はここまでです。この動画を気に入ってくれた人は、他の動画も見てみてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もぜひしていってね。動画のリクエストも待ってます。それじゃ、またね。バイバイ。